こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は8月後半に新しくゲームパスに追加されるタイトルと8月31日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介します。ぜひ最後まで見てね。ベイパーワールドオーバーザマインド8月19日発売日初日からゲームパスに対応します。記憶をなくしてしまった主人公として悪夢の中を探索していく 2D の高難易度アクションゲームです。今作は赤炉やブラッドボーンなどから影響を受けて開発されたと明言されており、パリーや回避が重要となるソウルライク作品となるとのことです。ステージ内には隠しエリアも存在し、主人公の能力を利用して隠された謎を見つけ出すような場面も存在します。なお、8月時点ではゲームプレビュー版としてリリースされ、ストア上の表記では日本語未対応となっています。ブラッドダンジョン8月25日発売日初日からゲームパスに対応します。群がる大量の敵たちを倒しまくってダンジョンを攻略していく 2D のローグライトアクションゲームです。昨年リリースされゲームパスにも対応しているホイールワールドの開発元が手掛ける新作です。ホイールワールドは自転車を利用してセミオープンワールドを冒険するアクションゲームだったので、今回はだいぶ方向性の異なる新作となりますね。今作は公式に弾幕地獄系と公表されている通り、とにかく次々と押し寄せてくる敵を倒して自身を強化していく作りになっています。攻撃はオートシューター型、いわゆるバンサバのようなタイプですね。操作キャラクターは全9人で、それぞれ特有の武器や特徴が存在。キャラクターの永続的なアップグレードの要素もあり、何度も繰り返し遊べるハイペースなローグライトゲームとなっています。レゾナンス・ア・プレイグテイル・レガシー8月28日発売日初日からゲームパスに対応します。美しくも残酷な世界での逃避行物語が描かれるアドベンチャーゲームプレイグテイルシリーズの新作です。今作はプレイグテイルイノセンス、プレイグテイルレクイエムに続く3作目となっていて、時系列としてはレクイエムの15年前の物語となっています。過去作の主人公は戦闘経験のない少年少女だったため、戦闘がメインではなく、なるべく敵に見つからないように進めていくようなステルスパートの多い作品でしたが、本作では近接攻撃を得意とする天使ソフィアを主人公としているため、戦闘パートも大幅に増加。過去作でおなじみの謎解きやパズルの要素もありつつも、ダイナミックで激しいアクションバトルを楽しめるとのことです。ゲームシステム的にはトゥームレイダーや朝栗シリーズなどに近くなったような感じとも公表されていますね。なお、今作のゲームボリュームは約20時間ほどの内容となっており、過去作を未プレイの方でも楽しめると明かされています。前作のレクイエムがすごい完成度高かったので、新作も期待しています。シェルダイバー9月1日からゲームパスに対応します。広大な海を舞台に一匹の亀としてクラゲを捕獲していくアクションゲームです。捕まえたクラゲは売却することができ、売ったお金を利用して自身の能力を強化していける感じ。強化が進めば新たに行ける場所も増えていき、ゆくゆくは洞窟の中や火山の海なんかへ行くことも可能に。シンプルな作業を行っていくうちにどんどんと効率が良くなっていくって感じ。他のゲームの合間に遊ぶのに最適な作品となりそうですね。さらに8月13日にはブレイブルーエントロピーエフェクト X に大型アップデートが配信され、新プレイヤブルキャラクターである魔法少女プラチナが追加されています。こちらはブレイブルーを題材にしたローグライトアクションゲームですね。非常に爽快で気持ちのいいアクションを楽しめるのが魅力のタイトルとなっています。本作は現在ゲームパスで遊ぶことができるので、まだ未プレイの方は今回のアップデを機に試してみてはいかがでしょうか。ここからは8月31日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介していきます。アナザークラブズトレジャー追加から2年4ヶ月で終了となります。海底王国を舞台にしたソウルライクゲームです。本作の主人公はヤドカリのクリル。
フリルは落ちているゴミを貝殻にして装備することができ、様々な貝殻で身を守りながら手強い敵と戦い、先へと進めていく作品となっています。フォークやナイフなどを利用した攻撃手段もユニークな感じですよね。あと、今作にはソウルライクだけど自由に難易度変更ができるオプションが存在しています。受けるダメージの軽減や敵の HP の減少、回避やパリーがしやすくなるなどといったアシスト設定をゲーム中いつでも切り替えることが可能です。なのでソウルライク系遊んでみたいけどちょっと苦手という方でも触りやすい設計なのが特徴です。発売後にはアップデートでニューゲームプラスやボスラッシュモードが追加されており、新たな実績も増えているため、気になる方は触ってみてはいかがでしょうか。I am your beast。こちらは追加から1年で終了です。独特なコミックブックのようなグラフィックが特徴のハイペース FPS です。本作は立ちふさがる敵たちを次々に倒しながらフィールドを駆け抜けゴールを目指すといった作りのステージクリア型の作りになっています。ステージは基本短めで爆発物を使ったりヘッドショットを狙うなどうまく敵を倒すことでタイムにボーナスがついていくため華麗に倒しながらスピードランを目指す感じ。ハイテンポで操作感も良好な作品ではあるものの残念ながら日本語には未対応。英語でも触ってみようかなという方は試してみてはいかがでしょうか。ワンロンリーアウトポスト追加から1年半で終了となります。宇宙の彼方荒廃した惑星を舞台にしたシングルプレイ専用の農業シミュレーションゲーム。今作ではロボットや遺伝子を改造した植物などを利用したハイテクな農業を行えるのが特徴です。他の入植者と仲良くなって結婚することもできるなど NPC との交流を楽しむこともできる作品ですね。なお残念ながら今作も日本語には未対応となっています。ウィッチャー3ワイルドハントコンプリートエディション。こちらは今年の2月に追加されたのでゲームパスの対応期間はわずか半年で終了という形になります。本作はもともと2015年にリリースされたオープンワールド RPG です。コンプリートエディション版となる今作には過去に配信された有料 DLC も収録。Xbox One 初期のタイトルではあるものの Xbox シリーズ X、S 向けのアップグレードも行われており、美しいビジュアルや快適なパフォーマンスで楽しめる作品となっています。発売から11年経った今なお、新たなる DLC の開発が続けられており、8月下旬に開催されるゲームズコムでは、新 DLC の続報の発表も予定されています。セール時には頻繁に 80% オフまで値下がりするため、ゲームパスで遊びきれなかったという方は、セールで購入するのもいいかと思います。ネオンアビス、追加から6年で終了となります。ずっとゲームパス対応し続けるかなと思っていましたが、いよいよ外れる形となりますね。個人的には今回外れるタイトルの中で一番おすすめの作品です。本作は自動生成のダンジョンを探索しながら敵を倒し、自身を強化して真相を目指していくローグライクアクションゲームです。一番の魅力はサクッと遊びやすいテンポの良さと気持ちいいアクションかな。ワンプレイ30分ぐらい、長くても1時間かからないくらいで一周遊べますし、操作性は良好で、入手アイテムの組み合わせ次第ではものすごい火力で敵を圧倒できるのもいいところです。個人的には LT でジャンプっていう操作だけは馴染めなかったので、背面ボタンに設定して遊んでいました。難しいことを考えずに遊べる優秀なローグライクゲームなので、リプレイの方にはぜひ触ってみてほしいです。ということで今回は8月後半に新しくゲームパスに追加されるタイトルと8月31日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報や製品紹介、それにレビューなどを行っていきます。よかったらチャンネル登録や高評価していただけるとすごく嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。